MC さんがねベースのカートをやっとですよご用意くださって、もうありがとうございます。これで皆様ね自分が申し込めてるのか、あといつちゃんと届くのかっていうのがちゃんといつでも自分で確認できるようになるんですよ。これで電話でね問い合わせたりメールで問い合わせたりとかするとやっぱりちょっとモヤモヤする部分があるじゃないですか。だけどちゃんと自分でベースっていうカートがあって、それを見ればちゃんと申し込めてるっていうことが実際に確認できるので本当に良かったなと思います。で今日はね十種芸部の作品の紹介と、あと入部方法をお知らせしたいのと、でさっき私忘れそうなので、もし忘れてたら皆さんコメントで突っ込んでほしいんですけど、来月じゃない、もうでもね9月もうすぐそこですよね。9月に発売になる鎌倉スワーニーさんとのコラボ布第2弾の布のコレクション名を今日ね担当の方からコレクション名どうしますかってちょうどね LINE が入ったとこなんですよ。そっかと思って、なんか前は皆さんにアンケートを取ってたんですよ、インスタの方で。この柄を見てどういうことをイメージしますかっていうのをやってたんですけど、今回はズバリローズなのでそんなになんか浮かんでくるものないかなって思っていたんですけど、前回はそれのアンケートのおかげで万華鏡っていうご意見いただいたんで、それをおしゃれなね名前にちょっとないかなって調べて、フランス語ですね、カレイドスコープっていう名前がついたんですよ。なので今日はですね皆様ライブ中にいろいろちょっと考えていただいてですねコレクション名を皆さん一緒に考えてほしいんです。はい、ということで早速ね本題に行きたいと思います。またね長くなっちゃうかもしれないので、できるだけもうね日もだんだん短くなってきますからね、私のおしゃべり長いと進まないので。なんとですね昨日出来上がったばっかりなんだけどインスタのストーリーをご覧いただいている方は多分私の過程をリアルに見てくださってたと思うので、こっちの方が見やすいかな。リアルにね見ててくださったと思うんですが、結構思いつきで始めちゃうんですよ、いろんなことで。制限のある中で作るっていうのは結構私は得意分野なので、今回も MC さんのキットがですね、縦が皆さん布よく購入される時30センチください、1メーターくださいとかって言うじゃないですか。それの30センチくださいが、2種類届くようになります。で今回の組み合わせとしてはベストオブモリスの生地、シーチングの生地と、あとオックス、張りのあるオックスを選ばせていただきました。両方シーチングだとちょっとやっぱり接着芯使わなきゃいけなかったりするんですけど、オックスを使うことでこのシーチングの素材も活かしつつ張りのある、これ2枚何も接着芯とかも貼ってないのにこれだけ張りがある状態で仕上がるんですよ。でこれをなんかいろいろねちょっと最初複雑に考えちゃって、ギャザーとかやろうかなとか思っちゃったんだけど、でもやっぱりワークショップは1時間ぐらいでできるものを目安にしたいなって思うのと、あとやっぱり初心者さんのハードルを上げないようにと思って一部ですね、でも見た目が、ね、おしゃれになるようにこんな感じでタックを加えてみました。こっちとこっちでタックもね2箇所にしようって思ったんだけど、1箇所でも十分ね見えてタックがあるっていうのも分かるので、これぐらいでいいかなって思って、裏も表もこんな感じです。はい、で結構制限のある中なんですけれども、ショルダーをね最初にもうポシェット作ろうって決めてたので、最初にショルダー分だけ裁断して残った生地でできるものっていうふうに考えてたんですけど、もうぴったりなのができました。これはただね縛ってるだけなんですけれども、一番長い状態、生地の端から端までのものを使ってやるからだいたい110センチぐらいの幅になってます。でねちょっとこだわったのがそうタックがアクセントになって可愛いです。ありがとうございます。インスタからコメントいただきました。これねここ見えるかな、ちょっとこだわったんですよ。これほらこれね縫い付けてないんですよ。本体によくありがちなのはここに組み合わせた剥ぎ合わせる時にここに持ち手を縫い付けて、でそのままクーってこう上げていく、多分以前やったのかな、多分巾着の時にやったんですけど、今回は長さもぴったりなのとぺたんこなのでここでねバッテン作るんですよ。これの縫い方も皆さん知りたくないですか？こ
これうまくなかなかいかないっていう方いらっしゃるかもしれない。なんかこういうのもやれたらいいなと思って、ちょっとそういう面白さをプラスしてみました。だからね、私はもうこれ本当工作みたいな感じでやったんだけど、結構可愛いと思う。本当ね。はい、コメントいただきました。こんにちは。初めてリアルタイムで見れて嬉しいです。先生の布合わせ大好きで、いつも参考にさせていただいています。手芸部再開楽しみに待ってます。ありがとうございます。はい、そんな風に言っていただいてありがとうございます。とってもお言葉が励みになります。最近舌回んないんだけど、舌が回んなくなってきちゃった。はい、という感じ。可愛いですね。ありがとうございます。可愛いよね。でこれはポシェットとしてショルダー長くしてもいいし、こうやってやればこうやってワンショルとかにもできるから、そのぐらいの、ね、サイズ感になってます。こんな感じ。こうやってやればさ、ちょっとおしゃれじゃない？意外と30センチの長さだけでもこういうものができちゃうんです。ちょっとお腹ぽっこりが見えちゃう。ここで隠す。こんな風にいいと思いません？ね、かわいい。はい。そのバッテン簡単そうで難しかったです。そうだね。これ一筆書きでねやっていくんだけど、私はなんかね、たまにずれるけどね、でも結構好きですね、これね。でこういう感じでやって、で内側はここはちょっと秋口がその分ね少し狭くなる。この持ち手があるから少し狭くなるんだけど、結構生徒さんとかバランスが微妙に崩れてしまう。確かにね、それありますね。慣れですかね。どうなんだろう。慣れって言っても私もそんなにしょっちゅうやるわけじゃないから、慣れないんだったら書いちゃうとかね、でもいいですよね。結構ね、長財布まだ使われてる方とか今もね愛用されてる方多いと思うので、長財布を基準にちょっと作ってみたところなんですけれども、この入れ口の部分は結構狭くなるんですけど、普通にスポッて入れられて奥行きがあるので、そのまま平らに入れることができるんです。こんな風に。だから今こんな感じで横に入ってます。これ結構良くないですか？ってことはですよ、ペットボトルとかが1本入っちゃう。これでペットボトル入れてとかっていうのができるし、なんか親子でお揃いにしても可愛いね。これね、こんな感じ、スッとこう入れられます。でも出し入れはそんなに大変そうじゃない。ここが止まってても意外と大丈夫でした。でよくバッグのところ気になる方はマグネットボタンつけたりすると思うんですけど、意外とここのね開き口がそんなに広くないので、逆にねない方がいいなって思って、すっきりして、これはこのまますっきりな感じがいいなっていうふうに思いました。はい。で、キットなんですけれども、先ほど言った、両弱30センチ30センチのシーチングベストオブモリスの生地が1枚と、このブラウンのオックスの生地、これねココアでねちょっとおしゃれですよ。これまた秋っぽい感じのを選んでみました。でこれが30センチ届くような感じになってます。はい、でよくやっぱりちょっと曲がって届くっていうこともご意見もいただいたので、あんまりなんかぴったりにレシピもやらないように今回はね工夫しております。だからオックスに関してはそんなには余らないんだけれども、このシーチングに関しては結構ね余るかなっていう感じです。で余った生地に関してはその余り布でできるレシピとかたくさんね紹介してるので、昨日ねこれ出来上がったばっかりだから、また時間見て作ってこういうのできますよっていう風な紹介をそのワークショップ当日にできたらいいなっていう風に思ってますので、ひとまずはねこちらの作品作りましょうという感じで今日は紹介です。はい、コメントいただいてます。ありがとうございます。小さい子のスカートみたいで可愛いですね。確かにね可愛いね。小さい子のスカートってでも本当にこのぐらいのサイズなんだよね、子供って赤ちゃんとかね。はい、先生の今日のお洋服にぴったりで素敵です。そう、今日ちょっといつも白だけど今日はなんかこれにしてみました。なんか昨日動画編集してたらこれ着てたので、なんかたまにはいいかなと思って、でちょっとこういうなんか手作りでもなんか品よく見えるでしょ。なんか白だとあんまりイメージ湧かないかなと思って今日はこれに
したところです。でもこれね危険なの、本当お腹ねゆるってところが見えちゃう。はい、長財布派なので嬉しいですね。やっぱり長財布の方ね多いかもしれないね。こんにちは、ネイジ手芸部、嬉しいです。ありがとうございます。宿題も終わらせて準備万端です。そう、皆さん、そう、いや、作りました。みんな作ったのかなどうです ?10 月からもう、半年以上経ってるってことだよね。どうでしょうか。まだって方いらっしゃいます？なんかこうやってさ、次がないとやっぱり煽られないじゃないですか。やらなきゃって私も今申し込みました。ありがとうございます意外とそうじゃない？なんか次来ちゃうから今やろうっていうね感じにはなるのかなっていうふうに思いますけどね。はい、やっと手芸部できるの楽しみです。シックで素敵なバッグですね。ありがとうございます。そうなのね、ぜひぜひ。で今回なんですけれども、ちょっとこれも大事なお知らせで、私のこのネイジ手芸部っていうのは結構やっぱり部員数が多いこともあって、で生地って大体1単何メーターって大体決まってるんですよ。でそれで30センチだったりとかするので、そういうのの MC さんとかの仕入れの関係で、例えばこの生地がなくなってしまう可能性ももちろんあるんですよ。なので今回はですね、基本はなんか今回と同じものにしてくださるそうなんです。基本はねこれで届くような感じでやっていただくそうなんですけれども、一応ですね候補を何点も挙げてます。だからどれが届いても布合わせとしては問題なくできるように、こんな感じで全部で何種類だろう、全部で7種類、こんな感じ。全部で7種類の生地が届く。全部で7種類じゃない。この7種類の中から1つの生地が届くようになってます。だから、最初の方で頼めばこれになるのかな。そういう基準もちょっとわからないんですけれども、MC さんの方では準備がご負担にならないようにしてますので、なんかこれがちょうどあったってなったら別の生地になるかもしれないし、でもどれになってもすごく素敵で、これはですね同じ柄の色違いになってます。だからちょっとイメージをですね当ててみましょうかね。はい、こんな感じで、こんな風。これもまた素敵でしょ。なんか1枚になるよりタックが入るからまたちょっと変わってくると思います。はい、実は宿題やってないです。廊下に立たされますかねね、でも多分いらっしゃると思います。そういう方頑張りましょう。はい、でも私も結構ギリギリタイプですよ、何でも。でもう一つ、これちょっとおしゃれじゃないですか。これいちご泥棒であれいつだったっけな、去年だったかな、出たの。これ見た時にうわおしゃれと思って、でこういうのってこれはあんまり中央とか関係なくできるんだけど、こういうのは中央を考えなきゃいけないので、今回は生地使うのここだけにしましたので、ちゃんと好きな位置で配置できるようにしています。はい、なので出来上がるとこれはこんな感じ。可愛いでしょ。これもなんかねドンピシャではまるんですよ、このココアが。なんかちょっと淡い感じになってるからおしゃれになると思う、これも。はい、でそれからこれ何だったっけ、名前忘れちゃったけど、何シリーズだったか名前があるんだよね。すぐ忘れちゃう、本当。誰か分かる方コメントくださいなんだっけ、この間まで覚えてたのに。でこんにちは、可愛い形のバッグですね。2時までお昼休みなのでギリギリまで参加します。ありがとうございます。貴重なお昼休みをありがとうございます。はい、こんな感じ。2時までか。ちょっと頑張ってね、全部の柄をちょっと合わせて紹介しますね。こんな感じで、これも可愛いよね。ほら、1枚布で作るんですかってありますけど、1枚布ではないです。内布ちゃんとしっかり入ってます。内
内布はオックスの生地、この今外側に見えてるショルダーと同じ友布で内側もついてます。ちなみに内側もタックが入ってますよ。あ、ピンパーネルだ、そうだそうだ、ピンパーネルでした。はい、ありがとうございます。そう、ピンパーネルでした。そう、これで、これがブラックなのがちょっとシックな感じなんだけど、これね、これだけ3種類ありました。これどれもおしゃれだったからどれも選べるようにさせてもらったんだけど、これはこんな感じ。本当はね、試作もねこれで作りたかったわけですよ。本当はおしゃれだし、でもなんかそれだとドンピシャすぎちゃって、逆になんかこの今回のやつの方がいいなと思った。可愛いでしょ。これもちょっとゴールドな感じね、品がいいですよね。シックでとっても素敵です。でもう一つはちょっと色がなんだろう、なんかちょっとベージュっぽくてちょっと淡い感じの優しい感じのトーンですね。グレーなんだけどもう少しスモーキーな感じになってます。これがこういう感じで合わさっていく。こんな感じね、どれも素敵。このココア結構いいですよ。これオックスなんだけど、そうピンパーネル、ありがとうございます。インスタからも教えていただいてありがとうございます。でこの柄はちょっとわからないんだけど、なんか多分新柄、これが出たのと同じ時期に出たのかな。でちょっとグレイッシュ、なんかねチャコールのもうちょっと淡い系な感じの色味ですね。これもすっごく素敵ね、シックな感じのバッグになりますよ。だから余ったとしても結構いろいろ使えそうな感じですねはい、で最後はこれねになりましただからね、ちょっと今回はどれが届くかわからないっていうのが、前提にはあるんですけど、基準はこちらになるのかなっていうふうには思いますね。皆さんがやっぱり見本で見たものが多分一番作りたいと思うので、だけどもなんか違う生地が届いたとしてもまたサプライズで楽しんでもらえたらいいなっていうふうに思ってます。素敵です。ありがとうございます。で最初に入った方にはちょっと説明したんですけど、皆様コメントの横にですね王冠マークがついてますよね。王冠マークで、その王冠マークのシャープ3とかシャープ2っていうのは、これは何の意味がちょっとわからないんだけど、で王冠マークがついてるのはよくライブに参加してコメントをくださってる方らしいです。これはなんかつくようになったみたいですよ。だからいろんなところのライブとかでも多分同じようになるのかな。だからリピーターさんっていうのを大事にしましょうっていう YouTube からのメッセージですね。私たちにこの活動している私たちに対してのメッセージになってます。ちなみにですね、皆さんよくコメントくださる方の私のこの管理画面ってあるんですけど、そこにはこの方は私の動画に何回ぐらいコメントをしてますかっていうのとかも全部ね数字が出てるんですよ。だからよりリピーターさんを大事にしましょうっていうねメッセージをいただいております。強制ではありませんけれども、よかったらコメントいただいて盛り上げていただけると嬉しいです。はい、いちご泥棒可愛いですね。ね、可愛いですよね。私最初ちょっと怖いなって思ってたんだけど、正直なところなんだけど、最近のこういうちょっとニュアンスカラーっていうんですかね、なんかこういうカラーに変わった途端ちょっとおしゃれになりましたよね。なんかまた生地増えましたので、またこれで秋に向けて動画も紹介していきたいなって思いますけどね。はい、どれが届いても可愛いです。本当ね、可愛いですよね。だから多分ねモリスの生地を私は多分しばらく使っていこうと思いますので、今回は秋仕様でこれでやったんですけど、実はねキャンバス系の今最近トートバッグをよく紹介してるじゃないですか。あれがちょっと再現できないかなってちょっと思ってて、実はそっちも考えていたんですけど、生地のやっぱり秋ってこともあって、今回はこれでやってみようっていうふうに思ったんですよ。はい、なので次はねやっぱ春に向けて
少し早めになると思うんですけど、その時はキャンバス系の生地で、やって楽しめたらいいなって思ってますけどね。はい、でその時はまたちょっと違う感じになるのかな。でもこういうのとかもブラウンと合わせるからシックになるけど、例えばこれを生成りの生地とかで合わせればまたね違う表情に変わっていくんですよね。布って本当にねそういうところが不思議です。だんだんなんかそうインスタライブがスタートだったんですけど、最近はYouTube の方がねメインになってきちゃいましたね。コメントめちゃくちゃ見やすいんですよ。なんでかって私のページはですね黒の地色に白文字で反転してくれてるんで、すっごい遠くからでもよーく見える。遠くからの方がよく見えるんですけど今も順位緊張しちゃう。いや順位ではないと思います。だって2とか3とかしかいないですもん。順位ではないんじゃないかな。順位ではないと思いますよ。はい、ありがとうございます。メンバー様はね、そう9月からメンバーシップをね始めさせていただいてますけど、テレビで大画面で見てますよ。おー、テレビで見てるんですねありがとうございます私のこの今私14インチで見てるのがもっとちっちゃく iPad mini ぐらいになってるんだけど、それがあれなんだ、40とかだもんね今テレビ。私の顔がでかくなっちゃう。ちょっと気をつけないと。はい、こんにちは。インスタからありがとうございます。ピロミックさんありがとうございます。終わりましたでしょうかDM くださってて、まだエコバッグ作ってないって多分おっしゃってた気がする。でもあれもう10月でしたよ。10月。私こっちにコメントしちゃった。ここじゃないね喋るの。向こうですね。ごめんなさいここでコメント読んでてこっちにお返事しちゃった。すいません、失礼しました。何か自主芸部に関するご質問等はないでしょうか。で結構ね皆さんねリクエスト欲しいなって私思ってるんだけど、意外とリクエストがないので思いついたらこのチャットとかでタタタってちょっと今思いついたんだけどみたいなやつをタタタって残していただけると大変嬉しいです。はい、ガチャガチャうるさくなっちゃった。はい、覚えていていただいてありがとう。覚えてますよだから多分まだ終わってないっていうかまだね作られてない方いらっしゃるのかなっていうふうに思ってて、で結構最初の頃はですね自主ゲームも最初始めたのが多分、何年前だっけ、2年前になるのかな。2年前の8月かな。あの時布耳のトートバッグをやって、でその何ヶ月後かな、その4ヶ月後ぐらいにこのモリスの生地で巾着をやったんですよ。で4ヶ月後の後が多分オリジナル布だったかな。ティッシュケースが春になったと思うんですよ。でティッシュケースを春にやって、そうで去年の10月にエコバッグを同じ生地でやったんですよね。で、今回は半年以上空きましたけれども、またモリスの生地ということになったんですけど、だからね活動が最初は2ヶ月から4ヶ月に1回とかだったんだけど、どうやらね半年に1回くらいになりそうですねまあそんなところでいかがでしょうか。まあそのぐらいのペースぐらいの方が、ちょうどいいんじゃないかなって思ってますけどね。はい、こんにちは。早速購入手続きしました。どの記事が届くか楽しみです。ありがとうございます。オンライン講座もご参加いただいてありがとうございます。花柄生地でエプロンを作ってほしいです。おお、そうだよね。っていうかもうそろそろ届くんですよ。早ければ来月ってもうさ今日30だからあさってが来月なんですけど、お盆明けぐらいには届くみたいです。でしかもですね、実は私ラミネートも注文してます。でラミネートはですねどうやら生地屋さんの方在庫持たないそうなので、私が作ってもらって私の方で在庫管理みたいな感じになるので、例えばもしかしたらスワニーさんの方でもラミネート生地を作られるかもしれないので、ちょっと
私はねお知らせをいただくわけではないので、皆様の方でちょっと私も見つけたらねすぐお知らせしたいなと思うんですけれど、気づくのが遅かったりとかすると、前回のカレードスコープの時とかはもう売り切れてる色とかもあったので、早めにチェックされるといいかもしれない。9月になったらね同時に販売になるので、はい、インスタこんにちは、ありがとうございます。こっちに返事しないようにしない。購入されたコメントありますが、手芸部は自動更新ではないですか？そう、それもねちょっと確認したんですけど、自動更新です。なんだけど、で、そうだね、最初にさっき最初に見てなかった方にはお伝えしてなかったですね。MC スクエアさんが今回ネイジュ手芸部のベースっていうネットショップがあるんですけれども、そちらにカートをご用意してくださったので、ネイジュ手芸部を次回こちらを申し込まれたい方はクレジットカードとかの決済とかができるようになってます。なので重複のお申し込みにはならないようにはなると思うんですけれども、でも私もそんな2ヶ月に1回とか毎月やるわけではなくって、で今回みたいにやりますって言って募集でやっていきますので、ベースの部員さんの人数っていうのはもちろんあるんですけれども、つどつどやっぱり参加したいっていうか、今回もう一回新たにやってみたいなってなったら、その時に申し込まれるといいんじゃないかなっていうふうに思います。布耳を使った作品を作ってみたいです。1回目でやったけどもう1回やりましょうかね。そしたらね、それでも面白いですよね。また新たに布耳バージョンで。MC さん、インスタご覧になってたらコメント欲しいです。見てるかわかんないけど。いらっしゃった。自動継続ではなくベースかご入金いただきました。後に発送しますだって。今インスタでコメントくださいました。ありがとうございます。だから自動継続じゃなくなったそうです。大変皆さん。これは大変。なので自動的には届かなくなりました。なので、ベースでお申し込みくださいということになりました。だからベースで申し込めばもう届きます、自動的に。だから毎回申し込みになるのかな。はい、途中から前払いになりましたね。そうだからベースで申し込むのも前払いってことだから、結局そういうことですね。はい、ありがとうございます。よかったありがとうございます。はい、なのでもう一回言います。今回YouTube の方は概要欄の方にリンクを貼ってありますので、さっき大急ぎでブログも書きました。だからブログの方はアメーバブログの方とエキサイトブログの方にもリンク貼ってますので、ちょっと5分ぐらいでダーって書いたからちょっとリンクがちゃんとされてるかわかんないんですけど、確実なのは今回のこの YouTube の概要欄の方にリンクが貼ってありますので、そこからお申し込みくださいという感じです。だからそれで申し込んで人数が確定されてキットの、MC さんがキットの準備っていう感じになるのかな。はい、そうだからベースで注文です。はい、申し訳ございません。忘れず購入しなきゃですね。はい、確かにそうですね。あと毎回私インスタで呼びかけます本当にそれ大変ですよね。確かに。だからこれで人数がもう一回確定されていくのかな。ちょっと一回リセットみたいな感じになるのかもしれないですね。でもこの YouTube 見てる方ばっかりではないからね、またそこも変わってくるかもしれないんですけどね。はい、そのあたりはまたちょっとこういう切り替えの時っていろいろ起こりがちなので、はい、だからちょっとね気をつけていきたいと思います。はい、重複購入になるのかと思いました。そうですね。でも重複購入は多分口座振替とかをした後とかになるから、お手紙とかが届いて、だから大丈夫なのかなとは思いますけどね。そう、ベースの方が便利だから良かったです本当に。でベースってキャンペーンやるじゃないですか。私それに合わせてみようか。そしたら20% オフとかあるんですよ。なんだっけ、ブラックフライデーとか11月と、大体毎年ね11月と12月にキャンペーンやるんですよ。であと、去年で言うとパソコンからの購入でベースで私はメンバーショップをやってるんですけれども、メンバーさんに向けてショップやるときにそのクーポンに合わせたので、それは12月だったかな、12月にできました。はい、だからなんかそういうキャンペーンに合わせてやることができるので、そうすると皆さん少しでもねご負担少なくできるかなっていうふうに思ってます。はい、なんでそれに合わせてみようか。でもそうするともう早速さ1月ぐらいにはやんなきゃいけなくなっちゃった。
忙しいはい、はい、例えば手芸部でベースでも購入、手芸部でベースでも口座振替でも購入手続きをしてしまった場合は2セット届くのでしょうかっていう今インスタからのご質問に MC さんがはいとお答えしてますので、入金が2回になった場合は2個届きます。だけど口座振替のやつとかが今どうなんだろう、ね、勝手に自分で入金するのかな、入金しちゃった場合は2個届いちゃうかもしれない。だからそれはちゃんとどっちかにしないといけないですね。はい。ゆうちょからでもベースからでも入金金額は同じですか？同じですよね。これは部費が1650円で統一されてますから、どちらも同じになります。 MC さんちょっと頑張って PayID のアプリショップオープンどうでしょうはい、ベースで注文ですね。 OK です。はい、今ねインスタの方で MC さんがお答えしてくださってるので、もしMC さんに質問されたい場合は今インスタの方からMC さんにコメントされるといいかもしれない。はい、それが一番今早いですよ。はいはいはい、ベースの方が便利だから、呼びかけありがたいです。はい、ありがとうございます。では変な話ですが、欲しい時だけ購入すればいいのかな。そうですね、そういう風になってしまうんですけど、でもできれば継続をしていただきたいのと、なんでかっていうと、これは明治手芸部のまとめページにも書かせていただいたんですけれども、でも私の場合は期間があるから仕入れには関係ないのかなとは、どうなんでしょうね。だけどやっぱりある程度この部員の人数っていうのを把握しながら MC さんも仕入れを行いますので、今回は例えば前回800名ぐらいになったけど今回は500名とかってなると、今度300名ぐらいぽっかり穴が開いてしまうんですよね。だからできるだけそういうことがないように、私の部員さんはちゃんと継続していただけるように、私もちゃんと努力を続けますので、ぜひ好きな時だけと言わずにご継続いただけると嬉しいです。もう絶対続けたいって思ってもらえるような作品作りを頑張ります。はい、それはね私の努力次第だと思ってますので、はい、頑張ります。はいはい、ささっと注文できました。ありがとうございます。そうだ、グッドボタンお願いします前回言うの忘れちゃってて、もうこんなこと言うのもあれですけど、グッドボタンが少なかったの。そうちょっと励ましな意味でもグッドボタン押していただけると嬉しいです。たまにねマイナスボタンもありますよ。でももうそれはいいんです。正直に受け止めますねでもすごい嬉しいのがですね、旅の動画もサブチャンネルのネイジの小部屋っていう方でアップしてるんですけど、そちらのね高評価と低評価、低評価は今見えないんだけど、グッドボタンの数値は見えないようにしちゃったんですけど、でも私には見えるんですよ、数字。でもありがたいことにみんな優しくて 100% なんです、高評価率が優しい、本当にありがとうございます。なんかそこで癒されてます。でもやっぱりちょっと再生数が上がってくるとやっぱりリアルな評価も入ってくるんで、そうだよなって反省したりとかしております。はいはい、絶対続けます。ありがとうございます。はい、継続させてもらいます。ありがとうございます。はいはい、MC さん、インスタの方で MC さんがお答えしてくださってます。もうお忙しい中本当にありがとうございます。私だって昨日決めましたかね、ライブやるって。これ昨日作ってたんですよ。で昨日作ってて出来上がったらやろうと思って昨日の午後から始めたんで、なんかねそのぐらいパパパってやれたものじゃないとネイジ手芸部って成り立たないって思ってるんですよ。難しく考えれば考えるほど難易度が上がってっちゃうので、だからそのぐらいがちょうどいいっていうふうに思ってて、だからそこで出来上がんなかったらちょっとまたどんどん先延ばしになっちゃうなっていうふうに思ってました。でこちらの明治手芸部の次の活動日なんですけれども、8月の23日土曜日になります。多分ね次の日がまだ8月になってないね、カレンダーがまだ8月になってないけど土曜日できるだけそれはやっぱり週末に合わせたいなって思ったので、土曜日家族が不在に
してるかなっていう時をタイミングを見計らってるので、その日しかなかったですね。で前の週はお盆になっちゃうのでちょっと無理かなと思って、なので皆さんカレンダーの方にチェックしておいてください。8月の23日13時からですね、2時間ぐらいを予定しております。2時間あればできるでしょうって思ってますので、でまたその時にですね一緒に作っていくわけなんですけれども、前回大きな失敗をしたことを私は今でも鮮明に覚えております。もうなんか最初の裁断から間違ったんだよね。あの時すごい私後めちゃくちゃへこんだんですけど、間違えないようにって言ったのにここを正しく切りましょうみたいにやっちゃってもう大失敗したんで、今回はね裁断図をいつもメンバー様にはねキットをご用意する時にカートの中で紹介してるんですけど、多分それを今回MC さんの方でもベースの方にそういうページが作れると思うので、そこにちょっと載せてもらおうかなっていうふうに思ってます。もちろんスペースがあればね、私はできるだけ A4 の1枚でお手紙を書こうと思ってるので、私の言葉をうんと減らせば多分できるんじゃないかなと思ってるんで、簡単な作り方の流れとあと裁断図を加えようと思ってます。であと今回は、前回やらなかったことが、今回みたいに今パソコン画面でライブをやってるんですけど、そうすると固定されてて、その時1回目だからね、で固定されてて何をやってるのか手元はやっぱり見えにくくなります。なのでその時はこれまでもう今日10回目になるんですけど、これまでやってたみたいにスマホの画面をこの辺に固定してやろうかなっていうふうに思ってます。あとはなんかそれまでにもうちょっとねチャンネルみたいにこう切り替えて画面切り替えができるように勉強しておきたいんですけど、なんかそういう感じにしようと思ってるので、もうちょっとよりね手元が見えるような感じで紹介ができるかなっていうふうには思ってますので、ちょっとアングルは固定にはなっちゃうんですけど、この俯瞰で撮るかこっちで撮るかっていう感じにしてやっていこうと思ってます。もちろん家庭用ミシンで作りますのでご安心ください。はい、8月23日予定入れないようにします。Yes。で私もちゃんと体調を崩さないように気をつけないと。はい、ありがとうございます。今購入させていただきました。ありがとうございます。山さんありがとうございます。ハートマーク嬉しいです。はい、なんかそんな感じですね。1時間ぐらいでちょっとしっかりお話できたんじゃないでしょうか。今日はお昼休み中にご覧になってる方いらっしゃるんで、大事なことはお話できたと思います。はい、で後でちょっとゆっくり話しますけど、あと大事な話がね、告知なんですけれども、これはネイジュ手芸部と関係なく、ネイジュ手芸部のご質問等大丈夫そうでしょうか。はい。で後で布のコレクション名とかを考えるようにするとして、お昼休み終わっちゃう方のために先にお知らせをしたいと思います。実はですね、来年の1月なんですけれども、防具学園の心斎橋校と名古屋校で、講座を開講講座ワンデー講座ができることになりました。もうこれずっとね、念願だったんですよ。だからすごいお声掛けいただいて本当に嬉しかったんですけど、きっかけはね大塚屋さんの動画を紹介したじゃないですか。多分それがきっかけになってYouTube ご覧になってくださって、担当の方がねご覧になってくださって、そこでつながったような感じです。何事もね継続しておくといつかは届くんだっていうところで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。嬉しいです。もうずっとやりたかったの。福岡の天神港とか北海道の札幌港とかもあったんですけど、私が行けないうちにどちらも並行になってしまってすごいショックだったんですけど、いつかなんか心斎橋とかね名古屋とか行けたらいいなって思ってて、でやるからには連続になっちゃうんですけれども、連続なんだけど私ここ千葉なので、千葉からどんなに頑張っても大阪は行けないんですよ、午前中の10時までって。で頑張って早く心斎橋がスタートなんですね。心斎橋やって名古屋行って終わりみたいな感じなんですけど、その心斎橋港でやるときに、午前中なら行けますみたいな感じなんですよ。10時には間に合わないけど、じゃあ午前中まで行けたら午後が空くんですけど、いつもなら私観光してしまうんですね。旅大好きなんで。なんだけど
今回は皆様のために講座をご用意できるように午後講座を作りました。だから1個ね、午後からの講座もあって、心斎橋校もね午後からの講座もあって、で翌日はフルデーで10時から4時までの講座を1コマ用意します。そして次の日は名古屋に行って、名古屋で泊まって名古屋に行って名古屋でフルデー10時から16時っていうのを組ませていただきました。だから私もう一回ね、名古屋のモーニングチャンスがあるんですよ。で今度はね、コーヒー頼んだらいっぱいついてくるっていうのを希望してるので、どなたかお知らせいただけたら嬉しいです。ここいいおすすめだよっていうとこあったらぜひコメントください。はい、こんなところで皆さんっていうかお昼休みの方間に合いましたでしょうか。ぜひ心斎橋校だったらいいなと思うんですけれどもはい、心斎橋、ただ多分定員はマックスでも12名かな。今ね日曜クラスが11名なんですけど、10名ぐらいを目安にしたいんですけど、1人でなり分見ますので、多分12名がマックスじゃないかなって思いますね。はい、で1回でできるものってやるので、私のなんせ準備がめちゃくちゃ大変なんですけど、私がね2019年の時に始めていたっていうか、2019年がね私結構ワークショップたくさんやってた頃があって、その時に全て合い印も入れてとか、もう縫うだけスタートみたいなのをやってた時があって、でもうこれからだって思ってた時に翌年からコロナになってしまったので、なんかそれをもう一回復活できたらなっていうふうに思ってます。だからね多分ね皆さんねラミネートのバッグが多分一番満足度が上がるんじゃないかなって思ってるので、覚えてる方がいらっしゃればちょっとググってもらいたいんだけど、重機さんのところでやったワークショップをやろうかなっていうふうに思ってます。ラミネートのねかっちりしたトートバッグ、あれね結構本当面白くって作っていくと、わあ本当に出来上がったみたいな感じになるんですよ。だけど皆さんがしっかりちゃんと時間内に負担なくできるように、ちょっと今回はもっと私の方でちょっとパーツも作って準備しようかなっていうふうに思ってます。そんなに何回も行ける場所ではないのでね、大阪とか名古屋とかも。はい、なのでねちょっと満足。普通の布だったら多分皆さんなんかいろんなね縫う機会ってあると思うんですけど、重機の家庭用ミシンが使えるそうなので、ちょっとラミネートをやってみようかなっていうふうに、思ってます。はい、ありがとうございます。心斎橋なら参加したいです。ありがとうございます。名古屋港嬉しいです。やった。もうここで生徒さん獲得できてたら嬉しいな名古屋参加できるといいな。これね日程も決まってまして、言いますよ。1月の29、30、31です。多分間違えてないと思う。だからちょうど何ヶ月後かですね。半年後じゃない？ちょうど半年後ぐらいになりますね。はい、29日は午後から、ね、布小物講座にしようと思ってるんですけど、でもやっぱ3時間ぐらいあるとね、1時半から4時なんですけど、3時間はないのか、2時間半しかないから、でもやっぱ布小物よりなんかミニトートバッグってあるじゃないですか。今考えてるのは多分そっちかな。なんか小物よりやっぱバッグの方がすぐ使えるじゃないですか、出来上がって。だからちょっと例えば私がもう持ち手とかはちょっと別のパーツを使ったりとか、ポケットは縫っておくとかってやれば皆さんが本体縫って仕上げられるみたいな、そういう感じにしとけば、ああできたみたいな感じでね満足いただけると思うので、しかもそのラミネートは私の今回のスワニーさんとのコラボ布でやりたいなとも思ってますので、世にあんまり出ない生地かな、わかんないけど、なんかやりたいなっていうふうに思ってます。はいはい、12名入りますかね。いやわかんない、私教室見たことないのでわかんない。でも20名とか無理なんで、はい、自己責任でやりますっていう方がいたら入っちゃってもいいかもしれない私でもある程度中級レベルなんで大丈夫ですっていう方がいたらもちろん入っていただいても大丈夫かなっていうふうに思ってますんで、はい、ちょっと今回1回目なのでね、ちょっと私も責任重大ですし、
で私がやるのは講座、こういうオンラインワークショップは縫ってるとことか紹介しますけど、そうじゃなくて私ははい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 っていう感じになるので、もう、はい、こう目があっちにもこっちにもついてますからねここやってあそこやってやるような感じになるので、みんな前向いてもらってやります。はい、だからちょっと置いてきぼりになっちゃう可能性ももちろんなくはないんですけれども、こういうね講習っていうのはアピールしたもん勝ちなので、お金払ってんだぞ教えろみたいな感じで受けた方が絶対いいんで、積極的になって講習を受けてもらいたいです。今の防具学園の講座の方も私もねいっぱい失敗をしてきましたけれども、本当にね待ってるだけでは先生は来ませんので、みんな見てるから、だから「はい」ってやってもらった方が本当にいいです。はい、分かりやすいし、でもその「はい」って言ってもらって行ってる途中にいろんな人を見ちゃうので、またちょっと結局ね待たせちゃうこともねありますけれどもね、はい、自己責任でもなんかしててありがとうございます。ミシンは2人に1台くらいですか？とんでもございません。防具学園ですよ。何をおっしゃいますやら、1人1台に決まってるじゃないですか。1人1台だから、その1人1台のそのミシンが確保できる台数分だけになるので、その分だけ、だと思います。はい、多分募集はですけど10月ぐらいになると思います。1月の講座なので10月、でも10月っつってもすぐだよね本当に。はい、名古屋なら行きたいです。1日でできちゃうのがいいですね。そうそうそう。で1日でできちゃうんだけど、で防具学園はねいつも日曜日のクラスはみんなねお昼になるとねテーブルをねこうやってやってね、もうみんなね一人のねお昼のねランチの場所がねこのぐらいになるんだけど、なんか今10何人12人か、全員で12人このテーブルぐらいにダーってねでっかい椅子をみんなで引き詰めて一緒にご飯食べてるんですよ。それが楽しい。やっぱ同じなんでかって、本当前向いて食べてるともう自分の好きなことやるじゃないですか。スマホ見たりなんかやれることやるけど、やっぱりみんなで一緒にやるとやっぱり1ヶ月ぶりのなんか近況報告ができたりとか、なんかやっぱ手作りの人が集まる場ってなかなかないので、やっぱそういう普段はねお仕事頑張られてる方がそこでちょっとお友達作り、その場でしか会わなかったとしてもそういういいコミュニケーションの場になってると思うんで、私はいつもそういう場をね提供できたらいいなと思って皆さんにそういう風にしていつもテーブルをやってます。学園のホームページからの応募でしょうか？もちろんそうです。はい、チェックしました。ワークショップ東京なので遠いです。東京校と横浜校の先生の講座をキャンセル待ち申し込んでますが、まだまだ受講の順番が来そうにありません。そうなんです。そうだからそうなのすいません本当にコロナの時はね結構入れ替わったけどね、今は全然動きません。はい、もう、多分動かないですねしばらくは。はい、だから比較的キャンセル待ちは横浜校の方が入りやすいです。今最近で言うと1名の方が入られましたね。はい、である程度作って満足された方はやっぱりそろそろみたいな感じにもなるかもしれない。だけど例えば横浜校も1日になってお昼食べますっていう風になると、そうするとね継続率がぐんと上がっちゃうんですよ。本当にそれはそうなの。でも私は朝早く横浜中華街もやっぱり楽しみたい。最近は行ってないけどね楽しみたいから、だからもう横浜は午後だけになります。はい、どう思います？これコレクション名何がいいんだろう。なんかアイディアないかしらで旅動画もね、また旅動画に戻っちゃうけど、いよいよ来週ヘルシンキなんですよ。ヘルシンキもね2本で仕上がるようになってるみたいなんで、2本で仕上がっちゃいます。はい、だからそう思うとね、4、5月の下旬からヨーロッパ 1ヶ月の周遊旅の動画を週に2本ずつ出してたんですけど、2ヶ月かかりましたね。1回ちょっと世界一周とかっていう動画でちょっと区切っちゃったけど、2ヶ月ちょっと頑張ってやってましたんで、次はイタリアもうね編集スタートしてますね。イタリアも行きますよ。イタリアはねもっと動画が長くなって、今度1本の動画がなぜか1時間になっていく飛行機に乗って向こうの空港に到着するまでで1時間ですよ。長いねでもさ、本当はそのぐらいのが本当の旅 Vlog だっていうふうに思ってて、おしゃれな Vlog ももちろん作ることはできると思うけど、
なんかそっちの方がなんか旅行った感じになってていいなと思って。最初はさちょっとやっぱり恥ずかしさもあったからちょっと区切ったりとか、なんか音声途中で区切ってたりとかしてたけど、なんかまあそういうのもいいなって今思い始めてます。でこのライブを使ってですね、旅行った時もここのライブからしてもいいですか？だってまだサブチャンネルの方でライブやっても多分すごい寂しい森なんか一人で永遠喋れる、そこまで私勇気なくて、だからここで旅行ってる時はここでライブさせてくださいインスタもやらせてください。お前何やってんだって怒られてもやりたいんで来年の世界一周の旅動画も楽しみです。ありがとうございます。その来年の世界一周のルートもね、もうだんだんほぼ決まりになってきてますね。はい、よかったら南米とか情報がありましたら、皆様どなたか行かれた方いらっしゃったらコメント欄に残していただけたら嬉しいです。はい、じゃあこんな感じで余談がだいぶ長くなっちゃいましたけれども、はい、何の話して、明治手芸部ね明治手芸部よろしくお願いします。手芸部とこっちね、このコラボ布も販売になる時にはもう一回ね、次回のライブ8月の23日はこれのワークショップを、やらせていただいて、で最後に多分布の紹介もすると思うけれども、9月もしかしたら一番もうちょっと早めにライブやるかもしれないね。旅行も予定してるので早めにやって、布を買ってくださいと皆さんに宣伝すると思いますので、よかったらお付き合いいただけたらと思います。はい、はい、手芸部忘れずにのんびり喋っちゃったから、はい、動画で楽しみます。しかも外国一人旅なんて私には無理なので、先生の動画で楽しみます。ありがとうございます。でも、ね、意外とね行っちゃえば楽しいですよ本当に。私の動画を見て意外とこの人いけんならいけるかもって思ってもらえたらいいなっていうふうに思ってますのでね、なんかそんな動画になってればいいなっていうふうに思ってます。はい、ということで、じゃあ今日もご視聴いただきありがとうございました。手芸部ご参加くださいね。ありがとうございます。じゃあ終わりにさせていただきます。ありがとうございました。言い忘れ何もないよね。全部言ったと思う今日は。はい、ありがとうございます。じゃあ名前決まったらまた発表させていただきますので、はい、ありがとうございました。バイバーイ。